皆様こんにちは。今回はアリエクで売ってる激安洗車用品が果たして実際に使えるのかどうか検証したいと思います。今回ピックアップしたのはレビュー数と評価高めでコメントが荒れてないショップから7個ピックアップしたので、早速使えるのか実際に洗車して正直にレビューしていきます。まず1つ目がケルヒャーの高圧洗浄機につなげて使うショートガンですね。僕が普段使ってるケルヒャーの K2 サイレント。純正のものだとこれぐらい大きいんですけど、それがこのサイズになります。見た目結構派手で Amazon にもこれと同じようなのが2倍の値段で売ってますね。なんかここ最近の Amazon ってアリエクで売ってるものをそのまま2倍の金額で売ってるところが増えてきてる気がしますね。ショートガンケルヒャーで検索すればこれとほぼ同じ見た目のやつ出てきます。なのでもしこれで普通に使えたらコスパが良すぎるので、早速ホース接続して使ってみます。これ繋げただけでは使えなくて、付属のこのノズル、これを先端に差し込むと高圧洗浄ができるようになりますので、早速それぞれ差し込んでみてどんな感じに水が出るのか見てみます。まず赤色の0度から、はい、ストレートですね。これはかなり強いですね。使ってみた感じちょっと強すぎる感じがしたので、僕は0は使わないと思います。次に黒いノズル、はい、普通の拡散タイプですね。高圧洗浄機でもノズル交換するだけでここまで弱めの水が出せるので、洗車の最後の仕上げの時にそのままノズル交換で仕上げの流しまで全部できるのはいいかなと思います。次は白い色、これが40度の角度で水が出るタイプです。おそらく40度が水の勢いが強すぎず弱すぎずでちょうどいいぐらいだと思うので、40で洗車するのが塗装に優しいのかな。これが強すぎると古い車であれば塗装が剥がれるとかあるらしい。さっき使った0度とかはあまりよろしくないと思います。次に緑の認識、最後が黄色の15度。先端を付け替えて好きなの使ってください。これ使って一通り洗車した感想ですが、値段考えるとめっちゃいいと思います。本体もしっかりしててセーフティー機能もついてて、少し握るだけで水が出るので洗車してて手が痛くなることもなく、この値段であれば普通に使えますね。ケルヒャーの大きいタイプだとどうしても使いづらいので、先端をこういうショートガンに交換するとかなり快適に洗車できるようになりますし、これだけ小さいため収納場所も取らないので普通に使ってみてよかったです。これとおそらく同じものが Amazon に売ってますが倍の値段なんで、アリエクであればそもそもが半額以下で買えて定期的にセールする。その時であれば今の値段よりさらに安く買います。洗車にこだわりある人はもっといいの売ってるのでそれでもいいと思いますが、月1洗車ぐらいで使いたい人はこれで十分いいと思います。まだ使い始めたばっかりなので耐久性に関しては何とも言えないですが、この値段なら十分に買えます。シンプルに安すぎますね。2つ目の洗車用品ですが、さっきのショートガンに接続するフォームガンですね。ケルヒャーのこの持ち手にも付属のアダプター交換すれば接続できるタイプで、先ほどの激安ショートガンにはこんな感じで簡単に接続可能。実際に泡かけたのがこれ、どうでしょうか。この値段でこの泡感だってまあ十分です。ただやっぱり高いものと比べると値段相応かなと思いますね。これはまだ動画にしてないですが、少し前に買ったこのフォームガンの10倍高い値段のイタリアの MTM ハイドルのフォームガンの映像がこちら。はい、これは10倍値段が高いのでさすがの泡感だなと思います。やつ使いたい人は MTM ハイドル、コスパよく泡かけれたらいいって人はアリエクで十分かなと思います。普通に使えますね。またボトルに500と1リットルのメモリが書いてありまして、正直薄くて見えにくいですがシャンプーを希釈する時にも使えます。この上のネジを回すと泡の量を調整できたり、ノズルを回すと泡の出方が変えますね。これとよく似たのも最近 Amazon でも見かけるようになったので、倍の値段出して Amazon で買うかアリエクで半額以下で買うんですね。少し前の Amazon だとさっきのショートガンもこちらのフォームガンも普通は倍以上の値段なので、これだけ安いと正直微妙やろと思って半分ネタでポチったんですが、普通に使いましたね。ただ最近流行りの酸性やアルカリにはボトルが結構薄く対応してないと思うので、中性は大丈夫ですが対薬品性能はなさそうなので、こだわる人はやめておいた方がいいですね。次にですね、ディテールキングの洗車ミット。こちらのメーカーはいつもお世話になっている刈谷の洗車屋さんのプラスさんに教えてもらったやつなんですが、アリエクの中でもかなり評価が高く日本でも使ってる人が多いメーカーになります。そこのミットがこちら。ミットを使っててストレス溜まるミットの中で手が動く問題もちょうどこの辺りで2分割になってるおかげで、中で手が動きにくくなってて滑りも普通に良くて普通に洗車しやすかったです。洗車した後のバケツ見てもミットの毛が大量に抜けてるとかもなかったです。その次が同じメーカーから出てる小さいミット。これは手の先端につけてホイールを洗うタイプ。
さっきの大きいミットをそのまま小さくしたもので、意外とホイールってこういう筆ブラシだけじゃ汚れが落ちなくて、ちゃんとこすり洗いする必要あるので、こういう小さいミットで力入れて洗うのがいいと思います。ただし、このミットは中で2分割とかされてなく、少し手が動いてしまうので、まあ値段相応って感じですね。最近これの倍の値段する韓国のホイールミットを使ったら感動したので、また今度買ってレビューしたいと思います。それは正直素晴らしかったですね。次に同じディテールキングから大判タオルですね。サイズが2種類ありまして、僕がポチった方が正直3000円ぐらいと安くはなかったんですが、実際使ってみた映像がこちら。はい。もう一瞬で水滴消えますね。大判タオルはどうしてもこれぐらいの値段しますが、値段相応のクオリティですね。タオル乗せて引くだけで水滴が秒で消えますね。大きい方は約3000円と、僕が前に紹介したイッツウィンのタオルとほぼ同じ値段なんで、正直同じ値段出すならイッツウィンを買った方がいいと思いますが、これの40センチ ×40 センチの小さいサイズであれば1000円台で買えるので、小さいサイズはコスパはいいと思います。1枚あれば車1台分の拭き取り可能です。次に完全にネタでポチったシリコンワイパー。これ使ってみたら意外と良くて、こんな感じで窓についた水滴が綺麗に消えるので、洗車してから窓の水滴を一瞬で消すにはありかなと思います。まあタオル使えばいいんですけど、結構簡単に水滴拭けるので、時間とタオルを節約したい方ならありかなと思います。こっちの長い方で窓ガラスの水滴を取って、こっちのサイドの小さい方でミラーとかの水滴を取る感じ。おそらくほぼ同じものが Amazon にも売ってて、レビューいい感じなので、普通に使えると思います。シリコン製で柔らかいので、ボディの水滴取りもできますが、洗車傷の原因になりそうなんで、僕はガラスだけに使いますね。最後にですね、窓拭きワイパー。柔らかめの専用のマイクロファイバーが何個かついてきて、このプラスチックの棒を組み立てて使うタイプ。まあ外窓は普通に拭いた方が早いので、内窓に使うのがいいかなと思いますが、まあこれは正直微妙でしたね。僕が前に紹介したカーメイトのやつだと、お値段は高いんですが、コストコで売ってるマイクロファイバーがそのまま使えるので、長い目で見るとコスパいいかなと思います。このアリエクノは一応選択すれば使えますが、替えが売ってないので、ほぼ使い捨てと思った方がいいですね。とまあ、アリエクで評判いいのを実際に使ってみましたが、今回使ってみた中で僕が間違いなくおすすめできるのは、ケルヒャーに接続して使うショートガン。これはめっちゃ良かったです。間違いなくコスパ最強ですね。あとはディテールキングのタオルですね。ただ大きいタオルだと正直値段高いので、小さいサイズならコスパ強めだと思います。あとはワイパーも結構便利だったんで、時短になるので1本あってもいいかなって感じです。それ以外のものは値段相応で使えるけど別におすすめはしないですね。まあどれも安すぎるので正直大丈夫かなと思ってましたが、普通に使えたので月1洗車とかでこだわりなければありえくのでいい気がしますね。こだわりがある方は10倍ぐらいするホームガンとか、そっちの方がクオリティは間違いなくいいので、そっち使った方がいいです。今回アリエクの洗車用品、ポチってみた結論を言うと、お値段以上のコスパでした。一応今回紹介したものは動画の下にある概要欄にまとめてありますので、気になった方はぜひ詳細をリンク先から確認していただければと思います。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルでは、スズキのスイフトスポーツに関する動画や、カー用品、洗車グッズ、トラレコなど、車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということでまた次回の動画で最後まで見ていただき、ありがとうございました。